このナンバー仮ナンバー。仮ナンバーです。これは金曜日かな。まだ走れるようになって、じゃあまだ1週間も経ってない。だからもう大変だった。いくらなんでも泥だらけだったからあれじゃかわいそうだもんね。綺麗に。まだ取り付け途中だ。途中です。浮いてる。だってネジもくっつけてないですか。アバルトのアバルト。ランチャのエンブレム。本当は上なんです。で、下は日本仕様用にくっつけた穴なんです。ああ、そうか。いや、私ね、あ、これ。そっちが本当は日本仕様の、今これがヨーロッパ仕様のノーマルで、日本仕様になるとここにつくんですけど、これについてるんですか。はい。で、その当時はウインカーがちっちゃくてダメだったんで。ああ、なるほど。はい。日本で発売された時はこれがこれ形が違うんですね。形が大きさが違うんです。で、これがここにあったんです。それ、あ、ランチャーの。で、本国仕様はこれだけで、ここには穴も何も開いてないんです。これ日本でくっつけてる。そうなんですね。穴開けてる。で、今回はこれじゃないですけど、新しいやつをここに貼ります。あ、下に貼るようにするん下に。ですね。じゃあまあ日本で売ってた仕様に完全に直すっていうよりは、まあ今のも取り入れつつっていうまあ、感じですそう、ね。こっちの方がかっこいいので、これよりはっていうことでこっちになりました。そういうパーツ一個一個もこっちの方がいい、あっちの方がいいってって言いながら好みがありますもんね。やってますね。これでも良かったんですけどね。まあいいと思います。これの新品があるので、とりあえずヨーロッパ修理しました。なるこれね、そうなんです。これ、俺、ちょっと時間がないんで。ああ、そういう意味です。そうなんです。そうなんです。グリルなしでもいいんだけども、なしじゃかっこ悪いから。とりあえず。そこに HF のワークはないんです。こっち側にあるんです。こっち側にある。そうなんです。それもね、一応最後はちゃんと。ああ、なるほど。今日はとりあえず酒だけ。今日はとりあえず酒。時間が迫ってる。そっちが。もうお化粧は最後に。じゃあ、来てください。はい、お願いします。なんか水持ってんな。ちょっとね。レール火が漏れてるな。違うかな、これ。どっかから漏れてるな。漏れてますよ。ほら、あれが。湯気が。焼き物、ああ、こっちも。あ。どうした。大丈夫。とりあえずナンバーを先。あ、そうですよね。すごいですよ。もう年度末なんでね。みんな駆け込みで。そうなの。参ってしまう。あれでも調べたらさ、新しいやっぱり最近ですね。ちょっと待って。車にあるかな。じゃあ車のとこで。
着いた。封印します。台番号そこです。あそこです。こっちでその横です。ZLA の831、AB ZLA の831で AB の0、3つで、831の AB の0、3つで、586と237、586と237237。はい、間違いございません。はい後ろから一緒にします。はい、じゃあ一応ナンバーを封印をしていただくんで。板橋の310、板橋の310、2の311、2の311では封印します。はい。ありがとうございます。はい、どうも。終了でございます。はい、ありがとうございます。どうもでした。どうもでした。終わりですね。終わった。だからこれは全部勝手にナンバーが外されないように。これそうです。なんか東ってそれはと各地方とかそれはこれは東京なんで東筋なんだけど、例えば埼玉だったらまあ埼っていうとか、ちょっと漏れました。オーバーヒートしちゃいました？ちょっとお漏らししました。ここは取らないでください。いや取っちゃおう。順調にいってる。ダメです取っちゃう。記録として。河合さん気づいてくれて、普通に走ったけど水温もそんなガンガンいってなかったんですけど、急にこれですよね。そうここでまだ乾いてない、こっち乾いてるのに乾いてないからずっと漏れ続けてきちゃったんで、なくなっちゃってるんじゃないですかね。ちょっと入れるだけね、帰るだけね。水どうかなかな。いや、ありますあります。ある。20リッターも。あ、本当。いや、腰痛くするから見た方がいいですよ。水の出前。ああ。一緒さんに。水の出前。いや、クーラントまだ入れてないんですよ。はい。あ、いいっすよ、もう。こんなもんでいい？あ、切ります。一筋縄じゃいかない。プラスチック変わって急にこんなことになったりします。いやまだ初期段階だから。いいよいつでも。あ、いいっすよ、エンジンかけちゃって。行くよ。はい。今水温下がってる。80度。問題ないね。折れてないですね。漏れてないね。折れてない。ホースの配管が8個ついてるんだけど、そこがやっぱりパイプ、まあ本体につながってるパイプとこれゴムのホースなんです。ここが相性が密閉性がうまくで、温度が高くなってくると結局ゴムの膨張するんで、それはやっぱり走ってみて割とどんどん潰していくしかないんで。じゃあでも本当これからランチや
タリアまで持ってくぞってなるとこういうこともしょっちゅうだから起こること本当に、何ヶ月もいない。今度普通に使えるんだなと。いや、まあ、あることはあるんで。しばらく普段使いしてみないと。そう。普通に走れるようになるな。欲しかったけど。やっぱりずっと動いてなかったんで。やっぱりね。もう十何年も動いてなかったわけだからダメですね。今90度。もう熱く上がってると思う。は漏れない？い。まあ、閉めちゃってるんで。あいや、全然漏れてこないですよ。じゃあこのままあれしようか。わかりました。ヒューズが錆びて電気がいかなくなりました。これが錆びてこんなになっちゃった。切れてはいないのにあ、取るんだよ。取るんだよ。だからレンドファンが回らないんで温度が上がっちゃって。ああ、それで。オーバーヒートだったんですね。そうですね。感じはね。まあそこの一歩手前でこんなに錆びちゃってるっていうかね。それは取り付けたパーツがそそういう。う、これもうだから4年、まあ5年ぐらい前にこうやってる時に新しいフューズを入れたのにやっぱり錆びてきちゃった。こんな小さいのがちょっと錆びてるだけであんな水が漏れたりとか。新品のフューズ。これが新品です。あ、本当だ。あ、かなり劣化してますね。劣化してますね。本当だ。ここがね、まあこんなの1個で走れなくなってしまう。なんで分かったんですか。テスターかな思ってる。いや、それはキャリアです。このまま走ってるとどうなるかっていうと水が全部なくなって温度が上がってエンジンそうです。ポシャったねことエンジンごとエンジンごとエンジンがダメになっちゃう。ああ、火曜日間に合わないや。いやいや、そんなことじゃなくて。危ねえやっぱり。危ないよね。じゃあ恒例のクイックのステッカーを貼りたいと思います。これでランチ屋のあれもついてうちの子になります。センターに貼らないといけない。いいのかな。どうでしょう。いいですね。恒例なんですか。これなんです。これは。これは WRC に出た時のスウェーディッシュラリーのこの一番最初に WRC 出たステッカーをそれも貼るんですか。この位置に貼ることになってるんで。貼ることになってる。貼ることになってる。うちのメンテナンスしてるランチはみんなここに貼らせていただいてます。場所が決まってます。よし。オッケー。これでそれらしくない。やった。いいですね。まあおかげさまでよかった。なんとか登録できましたね。これで一応この311にした理由というか。まあやっぱりこれを忘れないようにっていう、ですね。